安く東京生活を満喫したい、23区から脱出だと考えている人に山手線駅まで30分の街を紹介。今回は東京都府中市を調査しました。都心へのアクセス、将来人口、治安、物件相場、医療、育児の6項目で他の街と比較しています。ということで、府中市へ引っ越しを検討されている人はぜひ最後までご覧ください。こちらの動画は以下の流れで府中市を紹介していきます。第1に数値で見る他のエリアと比べた府中市の良い点悪い点。第2に数値では分かりにくい府中市の良い点。第3に数値では分かりにくい引っ越すなら事前に知っておきたい点。そして最後に全体を通しての総括となります。説明欄にはそれぞれのタイムスタンプも設置しています。気になる箇所があればそこまで動画を飛ばすこともできますので、ぜひご利用ください。それでは他のエリアと比べた府中市の良い点悪い点を見ていきましょう。まずは都心へのアクセスからです。府中市は京王線、JR 武蔵野線、JR 南武線、西武多摩川線、京王競馬場線が走っています。都心へ出るルートとしては、府中駅から京王線特急を利用して新宿駅まで最速22分ほどで行けます。さて、府中市の人口ですが26万人ほどとなっています。また2045年までの将来人口は現在から約 2% 減少する予測となっています。日本全体で人口が減少すると予測されている中、この 2% 減は悪くないと言えるでしょう。治安に関しては他のエリアと比べると良い印象です。というのも令和3年の犯罪認知件数が1121件だったのですが、これは府中市の人口1000人あたりの犯罪件数でいうと約 4.31 件となります。平均が5件程度となりますので、先ほどの通り府中市の治安は良い評価となりました。なお近隣の1000人あたりの犯罪件数ですが、調布市は 4.77 件、国立市は 6.2 件、三鷹市は 3.81 件、稲城市は 3.58 件でした。三鷹市や稲城市と比べると劣りますが、京王線沿線の両隣の市と比べると治安は良いと言えるでしょう。物件相場は賃貸でワンルームが約6万円、2LDK だと約12万円、分譲マンションは新築で約6400万円、戸建ては約5000万円ほどなようです。これら金額は他の東京23区外のエリアと比べるとやや高めの印象です。病院等医療施設数に関してですが、府中市内には176の医療施設があります。人口1000人あたりで計算すると 0.68 件となり、こちらの数も他のエリアと比べると並の印象となります。育児関係ですが、2021年の待機児童は86人だったようです。また認可保育施設は62あるようですが、生後3ヶ月未満のお子さんを預かってくれる施設の割合は約 95% でした。6つの項目を紹介しましたが、このように見ていくと治安が良い印象でした。対して物件相場が高めで、育児環境は待機児童の数からお子さんを預けたい場合に苦労するかもしれません。ちなみに他の周辺の市も同様に調べてみたところ、このようになりました。府中市同様、それぞれの市も動画にする予定です。気になるエリアがありましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、ここまでは数値で比較しやすい府中市のポイントを見てきましたが、ここからは数値では測りにくい府中市の魅力を紹介したいと思います。今回は始発駅があること、空港バスがあることを紹介します。まず第一の始発駅があることですが、 JR 武蔵野線の府中本町駅と西武多摩川線の是政駅からはそれぞれ始発電車が出ています。また数が少ないですが、京王線府中駅からも始発電車があるようです。そのため早朝の通勤ラッシュ時であっても座っての通勤通学ができる点、とても魅力的だと思います。第2の空港バスがある点ですが、府中駅から羽田空港、成田空港、それぞれの空港連絡バスが運行しています。電車で羽田空港、成田空港まで行く場合、どのようなルートを使っても乗り換えが発生します。大きなスーツケースを持っての電車乗り換えは大変ですよね。それがバス移動であれば乗り換えなしで行けるのでとても楽です。料金もそこまで高くありませんので、府中市へ引っ越した際は積極的に利用したいものです。それでは次に府中市に引っ越すなら事前に知っておきたい点を紹介します。
今回は洪水浸水に関してお伝えします。こちらは国土交通省関東地方整備局が公開している多摩川、浅川、大栗川の洪水浸水想定区域図想定最大規模となります。府中市は多摩川が流れているため川沿いで浸水のリスクがあるようです。また川沿いでなくとも浸水の可能性がある場所も点在している点、あらかじめ注意しておくべきでしょう。さて、東京都都整備局が発表している地震に関する地域危険度測定調査のデータによると、建物倒壊危険度、火災危険度、災害時活動困難係数から見る府中市の地域別総合危険度のランクは5段階中1から3でした。市全体では危険度が低いとされる1から2ランクの地域が多いのですが、ランク3の地域もあるため、引っ越しを考える際は一度確認をした方が良いでしょう。府中市について総括します。府中市は京王線の特急を使うことで府中駅から新宿駅まで最速22分ほどで出られます。またそれだけではなく、府中本町駅、分倍河原駅、西州駅を走る JR 南武線は川崎から立川、府中本町駅を走る JR 武蔵野線を利用することで埼玉、千葉方面に出られるため、都心への移動時間以上にアクセス力の高いエリアと言えるでしょう。さらに治安が良い点も大きな魅力と言えそうです。対して物件相場は高めで、育児環境は他のエリアと比べると悪い印象でした。府中市は美しい欅並木や関東の富士見百景にも選ばれている標高80メートルほどの浅間山公園があるなど魅力度も高い町です。東京都内へ引っ越しを検討されている人は府中市も候補に挙げてみてはいかがでしょうか。さて、今回府中市を訪れたり市内のウェブサイトやその他もいろいろと調べてみて本動画を作成しました。ですが私自身府中市には住んだことはありません。ということで、府中市在住の方がいらっしゃいましたら、住んでいる上で感じる魅力や気になる点をコメント欄で教えていただけますと幸いです。これから府中市に引っ越そうかなと考えている人の参考にもなるはずですので、ぜひコメントをお願いします。本日の内容は以上となります。ここまでの内容が皆様の参考になったならとても嬉しいです。また励みになりますので、少しでもお役に立てたようでしたら、チャンネル登録やグッドボタンをぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた別の街でお会いしましょう。